屋台って確かにあんまないなって、なくなっちゃうような感じの文化のやつだったらちょっとやってみてもいいかな。やっぱラーメンって美味しいんだ。すげえ。これは本当に美味しいですよ。マジで美味しいです。屋台の組み立てはどのくらい時間かかるんですか？組み立て自体はそんな10分とか15分ぐらいなんですけど、お湯沸かしたりとかで結局なんだかんだ準備で季節にもよるけど30分とか、風が強かったらもう全然火が沸かないんで、そしたらやっぱ1時間ぐらいかかっちゃったり。食材の準備とか、はい、屋台の搬入とかってどのくらい時間かかってるんですか？その日によりけりなんですけど、大体全部もうこうやってガチガチに凍らしてきてるんで、まあ
仕込みの時間でいうと大体1週間あって2日が大物の仕込みなんですよ。チャーシューとかスープとか、スープもうちこんな感じでスープ取ったやつをもうガチガチに固めてるんですよ。要はすごい濃縮させてこっちで水で戻すっていうかカルピスみたいなイメージ。週2日がまあそういうスープとかチャーシューとかの作業で、こういう材系はなくなり次第っていう感じですかね。屋台はいつからやられてるんですか？それは今年の3月からですね。始められたきっかけっていうのは？いや、もともとなんかいい店舗ないかなって探してはいたんですけど、やっぱ全然なくて、知り合いとか友達とかと話してたら屋台でいいんじゃないみたいな話になって、まあ、冗談で最初言ってたんですけど、よく考えたら屋台って確かにあんまないなって。あ、だったらなんか自分は別に特に形こだわってなかったんで、じゃなくなっちゃうような感じの文化のやつだったらちょっとやってみてもいいかなっていう。もともとラーメン屋さんをやってらっしゃったんですか？もともと修行してました。千葉の三大ラーメンって勝浦タンタン、竹岡式、有蘭ってそう言われてるんですけど、有蘭で自分はもともとずっとやってて、その社長も最初屋台でやってたらしいんですよ。で屋台でやってここがいいっていう場所が見つかればそこでやった方がいいみたいなこと言われてたんで、なんかそれ頭にふっとよぎって、そういえばなんか社長もそんなこと言ってたなと思って、でそれもあって屋台で始めたっていうところもあるっちゃありますね。
はい軍団味噌と軍団醤油ってあると思うんですけど、はいそれは普通の味噌と醤油と何が違うんですか？アリランラーメンっていうやつに寄せてるような感じのやつですね。ニンニク効いてるちょっとピリ辛な感じのやつですね。あとスタミナ系のラーメンっていう感じです。はい。ラーメンでこだわってらっしゃるところ、はいどういうところがありますか？麺は麺屋製麺所から買ってるんですよ。麺のプロが作ってるわけなんで、その麺のプロが作ってるやつの中から選んで一番自分がいいと思ったやつを買ってるような感じですし、スープに関してはもともとずっとその修行したところのスープをベースにはしてるんですけど、豚と鶏をそう適切な時間っていうんですかね、煮出してそれに野菜のうまみを加えて合わせた感じのやつなんで、普通は多分ラーメン屋さんってここでスープグツグツやってると思うんですけど、こんな感じで煮詰めてそれを溶かすようなやり方なんで濃すぎるんですよね。だからそのバランスを考えないと、これそのまま食ったら多分野菜の変な甘みっていうか味っていうか、そればっか全面であんま美味しくないんですよ。そこら辺はすごい気を使うというか、こういうやり方じゃなきゃできないようなやり方ではやってるかもしれないです。あとは全部玉ねぎとかひき肉とかチャーシューとかも全部自家製っていうところぐらいですかね。なるべく自分でやれるもんは自分でやるっていうところ。これがこの凍らせたスープですよね。そうです。本当はチャーシューなんかも切って凍らせないでその場で切るのが本当は一番いいんですけど、眼線ワンオペだからやってらんないっていう。なるほど。そんな人が雇えるような感じだったら全然その場でやったっていいやつもあるんですけど、なかなかそういうわけにもいかないから、材料がもうえらい高くなっちゃって、玉ねぎも今年高いし、ちょっと削れるもん削れない。あとはなんか資材ですね、箸も上がってましたね、これは。なんとか値段を上げずにやりたいところではあるんですけど、1000円いきたくないんですよ。できれば大体ね1000円以上、トッピングとか大盛りとかして1000円はまあ分かるんですけど、普通の1杯で1000円いっちゃうんで、なんか味がないと風情がないっていうか。こっちのお湯が沸けばやりを開始ですね。もうちょいですよ。今後の目標とか。とりあえずこの屋台でいろんな人に食べてもらうっていうところも目標ではあるんですけど、なんかいろいろとやりたいこともあって、屋台ってラーメンならラーメンとかしか出せないんで、ご飯物とかも出せないんで、逆にキッチンカーをちょっとやってみたい。もちろんお店も持ってみたいっていうのもありますし、一個ずつ着実に屋台でいろんな人に食べてもらって、でキッチンカー作れるようになったらキッチンカーでもうちょっとできることの幅を広げて、最終的にはお店っていう月並みですけどね。
菜ですね。野菜は玉ねぎ、葉物、まあ、白菜とか土系の葉物、人参、生姜、ネギです。豚と鶏で煮出す時間が違って、全部まとめて入れるわけじゃないんですよね。もう野菜は本当に最後の方に入れるっていうか、で結構野菜入れるんで、野菜のこれだけ飲んじゃうと結構甘いんですよ。そのさっき言った割らないと甘っていうなんかほんと薄めてちょうどいいぐらいな感じで。意外とニンニクも乾燥の方が食感面白いんですよ。一時期そのニンニク油で炒めて持ってきた時期あったんですけど、まあそれはそれでホクホクで美味しいんですけど、これでやるとくわいみたいな、くわいってわかります？こんなちっちゃいなんだろう、よくくわいの唐揚げとかで居酒屋で出したりするんですけど、ちょっとくわいみたいな、ちょっとシャクッみたいな感じでちょっと面白くて、そう相手のスライスっていうひき肉なんかはちょっと多めの油で炒めちゃってて、でこうすると油がまたスープに戻るじゃないですか、温めると。でちょうどなんかいい油分な感じになるんで、まあ、ここであんまり調理ができないんでこんな感じでやってますでもそこも計算されてやってるってことですか？まあそうですね。油の量とかこれって油は下に溜まってくんで、このタッパーのだから上の方のひき肉だけじゃなくて下の方も混ぜて使うみたいな。寒くなると麺上げが結構大変で、湯気がバーッと見えないんですよ。温泉みたいになってるんでこれが自家製ラー油ですね。こんにちは。はい。醤油の大盛りください。醤油の大盛りで。はい。美味しいです。すごい。
今日すごい寒いんで、なんかもう寄るつもりなかったけど吸い込まれました。やっぱラーメンって美味しいんだって思います。しかも夕飯の買い物してるのにあ、そうなんですね。寄っちゃいましたあ、こんにちは。寒すぎるいつもお待たせしました。軍団所ですね。はい、すみません。じゃあ隠し酒。隠し酒。じゃあとりあえず今何持ってきて。今日は松菜また竹だけしかないですけど。お酒が今日4種類ですね。竹で4種類？あ、竹で4種類ですよ。マジか。ルミコ、はい三重のやつですね。で、島根の十字朝日。はい。で、長野の善光寺のところ、西の門と、西野もはい。あとこれが新酒ですね。末広って福島の搾りたてのやつ。こっちが甘め、こっちが辛めですね。まあで管理するんだったらどうか辛いの飛んじゃってもいいな。これが欲しいな。これで。十字朝日にします行きましょう。な。ワンニャンで。
ワンニャンで。目指せ錬金。飲みに。隠し酒の熱いんですけど。温まってます。バッチリです。ちょっと今暑かったぐらい。飛び切り感になる日直前ぐらいにしてるんで、今日寒いから飛ばしちゃう感じなんで、まあいわゆる本当に熱燗です。ギリギリのラインですよ。熱燗の上辺。ああでもいい。多分いい温度だと思うんですよね。すごくいい。綺麗な温度。十字朝日だと多分十字朝日ってまあこのお酒燗にしても全然うまいんで。飲みやすい綺麗な温度。あとでこれ試してみますね。燗。これの燗めっちゃうまいっすよ。西のも。これはやばいっす。絞りたて新酒やるとなんかちょっとなんか貧乏症っていうかまあなんかもったいない気もするんでめっちゃうまかったっすね。ワンニャン温めてやっぱ飲んだけど。ワンニャンうまいっすよ。辛さ消えないね。消えないです。ワンニャン結構強いっていうか逆になんかあったかい方の方が香りが立つかもしれないです。いい香りしてるかもしれない。じゃあもう一杯いただいちゃおうかな。じゃあ西のも行きましょう。エベレスト一応8合ぐらいまで登りましたからね。あ、本当ですか。登りましたよ。ちゃんとプロの人と綿密な打ち合わせをしてあ、そうなんですね。この月に行きましょうっていうのでちゃんと登って高山病はい。とかないんだったらもうちょっと登ってみるみたいな感じでのんびり登ってったらいつの間にか8号でじゃあもうここまでいいかなっていう、っていう感じなんですね。はい、記録上もう8号以上は多分自分はいけないです。あれ以上いったら多分今度本当に高山病起きたりとかそれもってはいかけですいません。ありがとうございます。いただきます。いいやっぱ醤油一番だわ。さっきぐらいの月曜日毎回居酒屋が開いてないんで自分がやるところがじゃあここに来て隠し酒飲んで生飲んでこれを気分でラーメン食べて帰るっていうのがいいしたんですよ。この間それです。ああなるほど。で中にやることがいっぱいあるからなるほど。やれないとか営業できないっていう。この間来た時寒いからもうお昼ラーメン食ってないし今日絶対夜ラーメン食いたいと思って行ったらやってないはいじゃあ西のもんっすね。どうですか。これ香りめっちゃ立ちません？すげえ面白い。あったかくして香り逃げないのすごいな。順番ですかね。今のところまあ冷やです。冷やで飲んだ場合ですけど。これは冷やですよね。冷やでそのまんまでやっぱ最初の一杯はねどれも新しいのは冷やでもらわないと。マスターもったいないって。こぼれんのはもったいないって。おお透き通る。すっごいクリア。なんか逆に匂いなくなっちゃいそう。お酒は店長さんのお好きなものというか同じのを持ってこないようにしてて、一回例えば一瓶終わっちゃったら今年はもうそれは持ってこないっていう。でお酒だと例えば夏酒もあれば冷やおろしっていうか秋で今絞りたての時期なんでそこまで高くなくても美味しいお酒ってやっぱいっぱいあるんで、
それを、まあ、自分が美味しいと思ったやつを持ってきて、半分趣味みたいなもんですこれは。飲まれる方お客さんによってはあれが良かったこれが良かったみたいなのがあって、大体まあ好みもつかめてはくるんで、買う時にはだからこの酒多分あの人好きそうだなとか、そういうので結構買ってきたりはしますね。このラーメン食べて飲んでるでお酒がいっぱいあって、どのお酒も結局このラーメンに一番合うんですよ。何飲んでも一番なんか飲んだ食べたっていうのが実感できる。じゃあすごい満足度高いですよね。高いです。めちゃくちゃ高いです。ラーメンも美味しいももちろん嬉しいんですけど、お酒出してて、まあ正直儲けにならないですけど、お酒、半分趣味ですから。だけどなんかここで飲んで日本酒好きになりましたなんて言ってくれる方がいて、まあそうね、そしたら自分なんかよりも全然もちろん酒屋さんとか、そういうところに行ってくれるようになったら、まあそれはそれで面白いかなっていうところで。店長、最近じゃあ旅行かなんか旅行でも考えたかな。俺もマスターとかだ。多分2週間ぶりだ。そうですよね。どうだったの？どうだったの？そっか、それでか。11時半とか。月曜日休んで、食えなかった分月曜日。そっか、塩食ってたけど、やっぱ醤油食べると美味しいな。それではお渡ししました。はい。じゃあ軍団醤油ですね。いや、美味しい。思ってたの100倍美味しいです。あ、本当ですか。それはちょっと褒めすぎな気も。そこの彼岸花のお祭りに村上のやつに始まり。醤油と味噌。醤油と味噌。超寒いよ。寒いね。風がさ、思いっきり北風だからね。でもやっとちょっと収まって。ちょっと収まってる。雨がすごいよ。それ一番賢いかもしれない。名優亭の由来。由来？由来はあれよ。上の娘と下の息子。メイナとユウだから。高校の同級生なんですよ。あ、そうなんですか。はいそうです。ああ、そうなんですね。この軽トラ、僕は車屋なんですけど、僕が売った軽トラで。逆にいろいろ子ども食堂にこの間なんだろうお邪魔させてもらったところがあって、なんかそれはすげえ良かったなっていうか。もともと高校の同級生で当時を知ってる僕からしたらそんな子ども食堂で子供にラーメン振る舞う未来はその時見えなかったんででそれ実際僕子ども食堂見に行ったんですよ。子供たちが本当にすごくいい子たちで美味しかったですみたいな。でその光景を見て涙出ましたね。そうなんですね。感動して、いや立派になったなと思って。大げさだよ。いや本当に素晴らしかったよ。素晴らしかった。何が一番かわいそう？食えないって一番かわいそうじゃない？
はい、じゃあ先に味噌から。はいはい。ちょっとだけお待ちいただいて。すみません。はい、どうぞ。はい、お待たせ。じゃあ醤油で。はいよ。はいよ。ラーメン何種類かあると思うんですけど、はいお好きなラーメンは何ラーメンですか？あー味噌ですね。今醤油食べてますけど、味噌が好きです。でも何でも醤油も塩も好きですよ。うーん豚骨もこれは本当に美味しいですよ。どうなんだろう、わかんないけど。そういうもんなんかな。いつも最高です。マジで美味しいです。濃厚なんだけどさっぱりしてるね。濃さとかちょうどいい。なんか赤味噌のラーメンとかってすっごい濃いイメージだったけど、すごいちょうどいい。この子2杯食いますか？で普段ラーメン食べないんですよ。はい。あんまり好きじゃなくて、子供が。ここのだけ食べる。ここも
5度だよ5度5度だよ5度。そういう車もあるの。マンションに定着世帯として、まあ全部売れてないからね。はい、すみません、お待たせしました。醤油ですね。はい、すみません。はい、はい。はい、すみません、醤油ですね。はい、すみません。はい。じゃあ、魚系の麺がしっかりしててさ、寒いと美味しいやん。野菜の甘みがさ、そう野菜結構多めに入れてるんで、やっぱりなんだろう、ありそうでない感じ。そうそれそれ。いい食べられた。はい、ありがとうございます。1200円ですね。大丈夫ですかね。すいません。はい。